皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。今回の撮影を行ったのは5月中旬の2日間でした。この2日の日中の天気は1日目は曇り、2日目は晴れでした。養蜂場付近の日陰の気温は2日とも最高気温で19度台にまで達しました。北国でも山の木々の葉の緑が燃える季節にようやくなってきました。巣門の前では最近羽化した働き蜂たちが盛んに鳴らし運転の飛行を行っています。こうやって自分の巣箱の位置を確認して記憶の中に刻み込んでいるのです。こうした巣箱の位置確認の飛行は昼下がりの決まった時刻に今画面で見ているように一斉に行われることから時騒ぎとも呼ばれています。この画面の時刻は13時30分です。時間が20分進んで13時50分になりましたが、先ほどからわずか20分しか経っていないというのに、もう蜂たちの巣門の出入りが落ち着いてきて、時騒ぎは収まってしまいました。この日の時騒ぎは13時30分頃に集中していたようです。でなお、冒頭の巣門の出入りの映像も13時30分頃のものでした。このように時騒ぎは10分から15分といった短い時間で終わります。時騒ぎという呼び方には、先ほど言った昼下がりの決まった時間に行われるにぎわいという意味のほかに、短い時間の一時的な騒ぎという意味も込められているのかもしれません。なお、このシリーズの映像の中では、以前から時折甲高いキジの鳴き声が響きます。この点をお気に留めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。キジの姿はこの辺ではよく見かけるものなのですけれども、そのこととキジの姿を映像に留めるということとは別のことです。しかし今回、キジの姿をこの2年間で初めて画像に収めることができましたので紹介しておきます。これは500ミリの反射望遠レンズ付きのカメラを手持ちで撮ったものです。さて、今回のメインのお話は春のスズメバチトラップについてです。しかし実際のところは春に養蜂場でスズメバチの姿を見かけることはあまりありません。ただそうは言っても全くいないのかというと、そういうわけでもありません。この図は昨年のシーズン中に養蜂場で採れたスズメバチの数を総数と、それからスズメバチの種類別に示したものです。スズメバチの採り方はトラップで捕まえたり捕虫網で捕まえたりしました。横軸は月を示しています。ですからデータは5月に始まって11月に終わっています。そして縦軸は取れたスズメバチの頭数です。この図から読み取れることについては昨年の別の動画で詳しく紹介していますので、詳細はそちらに譲ることにしまして、ここでは黄緑色の線で示してある総数に注目したいと思います。つまり一番上の折れ線です。そうしますと、今私たちが問題にしている時期である春の5月にも確かにスズメバチは取れていますが、しかし取れる数はもう冬と言ってもいい11月を除くと一番少ないことがわかります。ただ昨年スズメバチトラップを設置したのは5月11日でした。ですから5月の捕獲数は丸1ヶ月間の捕獲数ではなくて約20日間の捕獲数ということになります。しかしこういった点を考慮してもやはり5月は11月に次いで捕獲数が少ない月と言えます。ですから、このようにスズメバチがあまり取れない春の季節に
わざわざトラップを設置してスズメバチ対策を行う必要はないのではないかという考え方も十分に成り立つと思います。また、スズメバチ対策を行うのはスズメバチが増えてくる夏や秋でいいのではないかという考え方ももっともだと思います。そして実際、このように夏秋中心のスズメバチ対策を行っている方も少なくないと思います。スズメバチ対策はオオスズメバチの軍団が襲ってくることが心配される直前に始めればそれでいいのかもしれませんが、しかしここであえて提案させていただきたいのは春先からのスズメバチ対策の有効性です。春先からのスズメバチ対策の有効性を信じているために、この養蜂場では5月からスズメバチトラップを設置しています。スズメバチ用のトラップとしては、1、ペットボトル式、2、スズメバチ捕獲器、3、ネズミ捕り用粘着シートがありますが、今回設置したのは1のペットボトル式です。ペットボトル式では、ペットボトルの一つの面の真ん中あたりに穴を開けて、スズメバチの入り口とします。ついで、ボトルの中にトラップ液を入れます。トラップ液としては、今年のこの養蜂場の場合、赤ワイン、酢、蜂蜜を使いました。さらにこの混合液を水で薄めました。混合液の調合で重要なことは、酢を必ず入れることです。ミツバチは酢が大嫌いなので、混合液の中に酢を入れるとトラップにミツバチがはまることを防ぐことができます。なお、今年は私たちは蜂蜜を使いましたが、昨年は砂糖水を使いました。これはどちらでも良いと思います。こうやってトラップ液を入れたペットボトルは次に蓋をして、最後に養蜂場の周辺に設置しておきます。私たちは養蜂場の脇にある灌木の枝に紐を使ってペットボトルを吊るしておきました。それではこのように春の5月にスズメバチトラップを設置することの意義は一体どこにあるというのでしょうか。なるほど、このようにせっかくトラップを設置したとしても、そこにかかるスズメバチの数は多くはありません。そうした数少ないスズメバチを仮に何の対策も取らないで野放しにしておいたとしても、スズメバチがミツバチに対して直ちに深刻な被害を及ぼすというようなことはおそらくはないでしょう。ただここで注意しなくてはいけないことは、5月に捕まえることができるスズメバチは全て女王蜂だということです。前の年の秋にはその他にオスバチや働きバチもいました。しかしオスバチと働きバチは越冬しないで、女王蜂だけが越冬しました。春に越冬を終えた女王蜂はたった1頭で巣作り、産卵、育児、餌集めをこなし、1頭で4つの役割を担います。こうやって巣の中の働きバチの数が徐々に増えていくわけですが、そうすると女王蜂は産卵に特化していって、それ以外の巣作り、餌集め、育児の仕事は全て働きバチに任せるようになります。要するに春のスズメバチの女王蜂は夏に向かって成長してゆくスズメバチコロニーの礎をたった1頭で作り上げるのです。ですから春の女王蜂を1頭捕まえることはスズメバチの巣を1つ潰すことにつながります。これが私たちがたとえ少数でも春に養蜂場にやってくるスズメバチを捕まえたいと考えている理由です。ただし秋にオスバチと交尾しないまま越冬をしてしまうスズメバチの女王蜂も中にはいるようです。また春の女王蜂は何しろ
1頭で4つもの役割をこなしながら巣作りを行うわけですから、巣作りは非常に困難な作業です。ですから春に活動しているスズメバチの女王蜂が全てその後の巣作りに成功するというわけではもちろんありません。この点注意が必要です。はい。というわけで今回は春のスズメバチ対策の意義といったことを中心にお話ししました。でなお撮影当日には巣箱の内見も行いました。先ほどその時の映像を流しましたけれども、ミツバチの働き蜂は徐々にではありますけれども割と順調に増えています。昨年私たちを悩ませたミツバチ壁イタダニの存在は確認していません。今回はここで失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。登録、高評価で応援していただけますと大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。